新しい世界の形の大きな潮流の中にめちゃめちゃ巻き込まれるから、そういう意味では頑張ってって思ってる。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日は占いと時事、2月の2週目やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。もう2月も2週目。月が経つのは早い。早い。もう、あっという間に正月終わりましたよ。終わっちゃった。どうしましょう。どうしましょう。もうやっていくしかないです。よろしくお願いいたします。ということでございまして、2月2週目の占いと時事でございます。今週もですね、4つのジャンルに分けてですね、世の中のニュースをいろいろ占いの視点でお送りしていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、収録日は2026年の2月の10日。問題なければ木曜日2月12日にアップされている予定でございます。はい。それでは早速参りましょう。さあ、それでは参りましょう。一つ目、今週のエンタメスポーツでございます。よでもスポーツといえばやっぱりね、ミラノコルティナオリンピック開幕。日本メダルラッシュでございます。ね。はい。ミラノコルティナオリンピックがですね、スタートしております。日本勢の活躍が期待されている中でございますけれども、早速ですね、7日、スノーボード男子ビッグエアで、木村キラ選手がですね、金メダル。そして、銀メダルは、木俣龍馬選手ということで、男子ビッグエアでは、ワンツーフィニッシュという形になっております。そして9日、日本時間の10日はですね、スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われまして、こちらでは21歳の村瀬心椛選手が金メダルを獲得ということで。すごいね。はい。現在ですね、日本勢のメダル獲得枚数といたしましては、金が2枚、そして、銀が2枚、そして銅3枚、すごい。7枚ということで、まだまだちょっと、長野オリンピック超えそうだよね。本当ですね。日本勢のね、やっぱりこう、活躍というのがですね、ますます広がってるわけでございますけども、そんな皆さんの運勢をちょっとね、さすがに全員は見れませんので。見れないので、金取った辺と、注目選手みたいなところを見ていきたいと思います。はい。ごめんね。あげなかった人が嫌いとかそういうのはないです。ないです。全然ないです。一生懸命ちょっと選んでございます。そう、名前読むの結構難しいなと思ったんですけど、スノボね、男子の方で言ったら木村キラさん。はい。木村キラ選手21歳。と、木俣龍馬さん。ですね。銀ということで。ね、すごいよね。見てみました。どうでしたか？結構ね、勝負強い、木村キラさんはね、ギャンブラーみたいな配置は持っていて、勝負強さがあって、このタイミングがすごく良かったかなとは思います。今回結構スポーツマンとしてはいい感じの年で、いい感じの月かなと。ピタピタピタっていう感じですね。タイ運が良くて結構強くなっていて、で、もともと根性があって、で、今月根性を発揮できる時で、そこにギリギリ応えられる月。みたいな感じで、絶妙なバランスでした。なるほどね。まさしくのご活躍でございますね。そうですね。木俣さんも結構良くて、年運は微妙なんですよ。年運が微妙なんだけど、大運、10年サイクルはものすごく良くて、で、今月の月運が良くてっていう感じだったから、まあいいライバルとして切磋琢磨していくんじゃないですかね。なるほどね。村瀬選手はいかがですか？村瀬心椛さんね、女性ですよね。みんなね、こう、小学校の時の担任の先生だったら、これはとかなんか言っちゃいそうで。そうですね。現代のね、ちょっとお名前だなって感じしますね。そう。自分がおじさんだなって思いました。それで、この子の場合も単運は良くて、単運はいいんですよ。単運は比較的良くて、で、年運はちょっと微妙で、で、月運が良くて、日が良かったかなっていう感じなんで、実力あるんじゃないですかね。けど、スポーツってやっぱり、負荷がかかって、そこにギリギリ耐えられるみたいなところだと、結構成功するのかなっていうのが、いつも見てて思うんですよね。なるほどね。そのプレッシャーがあるからこそみたいな。そう。そういう絶妙なバランスの人が持ってくよなっていうのはいつも思います。はい。ここまではね、結果を出された方をちょっと見ていただくんですけども、ここからはちょっとこの現時点で収録時点でまだこれからという方です。ちょっと見ていただきたいんですけども、フィギュアスケート、ちょっと注目選手、ちょっと選んで、ちょっとお二人見ていただきたいなというのが、鍵山優真選手。はい。22歳。男子のね。男子の。はい。この方いかがですかね。この人は2003年生まれは22歳ですから。そうだよね。そりゃそうだ。そういうスポーツだ。そうです。で、ずっといいですよ。10代、20代ずーっといいっていう、体運的に良くて。で、年運として見ても、ここ6年くらいずっと良かったのかな。だからずっと活躍してるでしょ。で、一旦今年からどちらかというと、悩んだりとか大変な年には入ってるんですよ。2月4日以降ね。で、入ってるんだけど、今月に関して言えば結構いい流れで。で、ショートも多分そんなに問題なくて、フリーの日は少し運勢どうなんだろうな、くらいで。けど、実力的にどうなんだろうね。だから、フリーが
自己最高は出ないんじゃないかなと思うけど、それでも勝ちきれるくらいの力はありそうな気がするけどね。なるほど、ね。だからちょっとだけハラハラするかもなっていう気がしました。なるほど。はい、いや、ちょっとどういう展開になるか楽しみですね。ショートはいいんじゃないかなと思いましたよ。で、あとはフィギュアだったら、坂本香織さんか。ね、昔からいますよね。ね、それでございます。今期で引退どうなんですかねみたいな、なんかで見ましたよ。はい、25歳。ね、若いけどそうなんだよね。フィギュアだもんね、これね。やっぱりね、そこら辺はありますよね。スポーツ選手としてはいいサイクルなんじゃないかなと思います。スポーツで結果出しやすいというか、そういうタイミングな気がしますと。で、そんな中で多少プレッシャーみたいなのがかかるんじゃないかなっていうのが今月なんですね。で、その中で根性がつくような、応援されるような日にショートもフリーもあったりするので、なんとかなるんじゃないかなと。若干だからその圧力みたいなのを感じながらも、本人の実力で乗り切るみたいな絶妙なバランスですよ。さっきのメダル取った人たちとちょっと近いというか。なるほどね。もうすでにね、他の選手を応援してる姿が SNS でちょっとね、そうだね。ありましたから、ご活躍も期待したいですね。なんか変なメガネしてて、ね。あ、そうしてましたね。もう口をすぼめて、吸ってんじゃねえかみたいな。そしてもう一方ちょっと見ていただきたいんですが、まあこの方もね、有名選手でございますけども、スノーボード、平野歩夢選手。あね。27歳。ハーフパイプ。ハーフパイプでございます。ね、金メダル取ったもんね。取ってます。先月ね、骨折してるんですよね。そうなんですよ。そう。心配。そう、心配なんですけども、もうその後、もう2週間かな ?1 週間、2週間ぐらいでもうすでに練習に復帰してっていうことで。痛いだろうに。すごいですね。どうなんでしょうか、運勢的には。運勢的には、けど、この人がめっちゃ活躍するのって、13歳くらいから22歳くらいなんですよ。だから、とか、その後も、年運的には、2022年の、この前のオリンピックあたりまではずっといいサイクルだったんじゃないかなとは思うんですよね。で、もう、だからチート期間みたいなのが過ぎてるんですよ。占いで言えば。占いで言えばね。で、そんな中、2025っていうのは、確かにオリンピックチャレンジできるような運があったと。だけど、そうね、今回は結構超試練っていう感じの年運なんですよ。だけど、ギリギリいけるかな。これも絶妙な、さっきのさ、スポーツ選手って、やっぱり無条件で、ハッピーですよとか調子いいですよっていうより、何か困難が来てそこにちょうどよく立ち向かうみたいな。だから感動を生むんでしょ。だからそういうような人が取ったりするんですよ。で、今回も困難な中で頑張りそうだと。けど、心配なのは、本当に人生の中でも大試練っていう感じに出ていて、この人の生まれた時間がわかんないから、あれだけど、月がちょうどお昼設定にすると、魚座とお羊座の間くらいなんですよ。なるほど。で、そこを今土星と海王星がガチャッとこう、2月14日くらいから土星が入ってきて、2月、21日の午前くらいには重なるんですよ。だから自分の心みたいなところで、なんかそういう海王星、土星の影響みたいなの受けるし、それからですね、ちょうど今日食みたいなのを起こそうとしてるんですけど、自分のやっぱドラゴンテールとか、LINE で日食を起こしそうだから、カルマみたいなことが出そうなんですよ。で、日食が2月17でしょ。で、オリンピック期間じゃないですか。だから、大怪我だけはね、しないでほしいなっていうことと、なんかどうせだったら感動したいなと。人生の中でも結構大事な局面なんだろうなっていうふうに思います。応援してます。はい。なるほどね。なかなかね、やっぱりね、骨折、怪我のね、影響も当然無視できないでしょうからね。それでも頑張っちゃうのかなっていう気はするけどね。だから、決勝の方が、日の運とかは応援する運とかが強かったから、活躍の方に出てほしいなと思ってます。はい。ということでございますのでね、本当に日本勢、活躍注目でございますね。はい。さあ、スポーツの以外にもね、エンタメニュースいくつかございますので、ちょっと見ていきましょうか。はい。こちらも怪我で、ちょっと心配でございます。マツコ・デラックスさん、緊急手術で入院でございます。2月9日放送の東京 MX5 時に夢中に電話出演されまして、手術のために入院していることを明かした急だったんだけど、首の脊椎が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めて。怖い怖い。病院に行ったらもう急いで手術した方がいいと言われて、で、もう手術は終わって入院中と。ということで、術後の入院中ということでございまして、現在は他は元気。もう本当に首の神経が圧迫されていただけだったので、ちょっと様子を見て決まる感じということだそうで。なるほどね。お体のね、やっぱり大きい方でいらっしゃいますから。そうだね。ね、ちょっとやっぱり心配なところでございますけど、運勢的にはどうなんですかね？運勢的には、生産って感じだわな。カノエトラの日に生まれてるっぽいんですよ。で、今月がカノエトラなんで5年に1回くらいの、ここ5年とかの貯めてきたものの生産で、この人、馬羊空母、要は天中殺とか大殺界とかさ、あんまり良くないっていう、一般的に言われるようなサイクルで、
日のユーマなんですよ、今年ね。で、プレッシャーって読むこともあれば、病気って読むこともできるんですよ、怪我とかね。で、そういうようなんで、自分が対処できないと。で、馬年でしょ、今年。で、虎と犬っていうのも持ってるんですよ。で、これで、結構計算が複雑になってくるんだけど、要は病気みたいな要素とかがいつも以上に強くなったりとか、食らいやすいような瞬間だったんだよね。今年いっぱいはなんかちょっと心配だなって、エネルギー的にね、コロコロ変わりやすい年には入ってるなっていうふうには思いましたよ。なるほどね。ちょっとね、今年はちょっとね、養生していただくというか、そうだね。お体はちょっと大切にしていただく。ね、気をつけてほしいですよね。そして、もう一件がですね、これは何と言いますかという話ではあるんですけども、羽賀健二容疑者、不同意わいせつ容疑で逮捕でございます。はい。昨年3月、2025年の3月ですね、沖縄県内の飲食店で、知人の女性2人にわいせつな行為をしたとして、タレントで会社役員の羽賀健二こと東間幹夫容疑者、そんなお名前なんですね。が、64歳。元気。不同意わいせつの疑いで逮捕された。警察によりますと、昨年の3月に沖縄県内の飲食店で食事中、知り合いの30代と50代の女性に対して同意なく体を触ったり、キスをしたりといった行為をした疑いが持たれていて、それを去年の8月に50代の女性の方が警察に相談して被害が発覚したということで、現状は警察は捜査に支障があるとして羽賀容疑者の認否は明らかにしていないということでございまして、何やってんだっていう話ではあるんですけれども、ちょっと興味深いのは、羽賀健二さんがですね、逮捕された年は、自民党が結構大変なことになってるっていうジンクスがありまして、2007年に逮捕された、なんでそんな逮捕されてるんだって話ではあるんですけど、2007年に逮捕された時は、いわゆるねじれ国会になってしまった時ですし、それから2017年に逮捕された時は、この時野党が一気に議席を取って躍進してきた年。ね、2000何年 ?17 年。17、なるほど。で、その前がですね、1年半前という、えらい近い時期なんですけども、では、2024年なんですけども、これはどうなんでしょうかね。この時期基本的には、そんなに、良かったのって若い時だよね。若い時とたまに成功する瞬間っていうのが、50代くらいまではあったのかなっていう感じに見えるんですよ。なるほど。で、今言った時期全部あんまり良くないですよ。偶然にもお金とか色事とか、ちょっと犯罪とかじゃないけど、そういう匂いがするような星は来ていて、で、今回も今年から運が落ちるので、じゃあもう本当にタイミング的には、そう。またもう一回、いつだろうな、70代前半とかで、この人見る機会が増えるんかななんていうふうに思うけど。なるほどね。どうしても繰り返しちゃうんですよね。そう、定期的に何かで羽振りがいいみたいになってっていう。けどこの10年は相当しんどかったと思うけどね。しんどい中で、一時的に良い感じだったんだけど、24年のやつは、いい年なんだけど、そこだけスポット的にポコンって落ちちゃう瞬間っていう感じ。で、だから、そこは基礎までは行ってないんだっけ？そうですね。不起訴処分になってますね。だから、まだいい時期だったんだよ。だけど、要は、やっちゃいけないことってあるでしょ？世の中って。そのやっちゃいけないことみたいなの積み重ねがバンってそこまで悪くなくてもバッと出ちゃったわけよ。なるほどね。で、こっからはもうやっちゃいけないことやってるんだったら、容赦されないよっていうようなサイクルとかになってっちゃうので、気をつけてねっていう感じです。はい。ちょっとそこはね、きちんと反省して、実際そういうのは。誕生日合ってればね。そうですね。そこら辺はね、ちょっとね、気をつけていただきたいところではございますね。そうすると自民党心配じゃん。そうなんですよ。2026年自民党でもね、今回対象して。何があるんだよね。どうなのかわかんないですけど、ちょっとその辺の話はこの後のね、政治経済のコーナーでお話しできればと思いますので。ということで、今週のエンタメスポーツは一旦こんなところでございます。はい。さあ、ここからは今週の政治経済でございます。カメラ位置が高かったんで、ちょっと少し下げました。はい。政治経済は、何を置いても衆院選、結果が出ました。はい、ちょっと振り返っていければと思いますけれども、高市旋風、吹き荒れると言いますか。思ったより勝ったね。勝ちましたね。さすが小選挙区制。小選挙区制の、なんでしょうね。こういうところが出たなっていう感じでございます。そうだね。自民が単独で310議席超え、3分の2確保ということで、いわゆる絶対安定多数というところになるわけですね。これだから。戦後最強でしょ多分。そうですね。戦後最強ですね。だから、その前、小泉さんを超えて、とかだよね。小泉さんとか安倍さんを超えたんだよね。すごいね。そう。もうその後はもう体制抑散会ぐらいしかないっていうのがね、結構ネットでも話題になってたりしました。体制抑散会的な匂いはしてきてるけどね。どうなんですかね。そうだと思うよ。なんとも僕はわからないですけど、それは。で、そして何よりこの中道がとにかく大敗してしまったというところで、公示前の3分の1を下回って。ね。ここまで負けるかって感じしたけどね。ちょっとね、ちょっとネットでのいろんな話題とかもありましたけど、それにしてもちょっとね、
ここまでとはという感じで。そこまでは外れてないよね、俺もね。高橋さんはいい年だけど、2月に入ってからちょっと4日以降か。4日以降は微妙だよ、つって、誰だっけ、血を流してもらおうみたいなんで炎上してたんだよね。なんか、で、それに対して、高市さん好きじゃない人たちが、まあちょっと戦争止めてくるわ、みたいな。が、こう、バズったりみたいなね。なんとも言わないよ。そこに対しては何も言わない。何も言わないんだけど、そんな感じになってたよね。最後だけね。最後だけ。だけど、全然強かったよね。思ったよね。で、僕は、野田さんはもう全然ダメだと。言ってましたね。言ってたよね。言ってました。で、斉藤さん結構いいんだよねっていうことは言ってたよね。これがね、公明党の議席って考えると、実は増えてるっていう。そうなんだよね。そうなんですよ。24から25に1議席増やしたんでしたっけね、確かね。野田さんはもう、なんか自民党を助けるために生まれてきたんだろうかっていうくらいね。もう、そうで、結果だけ見るとね。結果だけ見るとね。そう言われちゃうような、ちょっと流れになってしまいましたね。すごいよね。いや、だって、小沢一郎、枝野幸男、安住淳、岡田克也。もう、お歴々じゃないですか。そう、四天王みたいな。で、野田さんは受かってっていう。野田さんもともと選挙強いからね。そうですからね。いや、でも本当にこの辺がみんな負けちゃったんですよね。そう。だから、抜けてった、ほら、減税日本有国の原口さんも落ちちゃったでしょ。原口。民主系のさ、テレビ出てた人たちみんなっていう感じだよね。そうですよね。だから、その辺もみんな負けちゃって、一つの時代が終わったな、みたいなね。なんでここまでなっちゃったのかってね。それは本人たちに原因があるとは思うんだけど、だけど、俺ね、選挙協力だけだと思ってたの。公明党との。だから党を作るんじゃなくて、みんなも思ってたと思うけど、選挙協力をこっそりされた方が厄介だったんですよ。なるほどね。めちゃめちゃ。表にドーンって出すんじゃなくって。で、そう、立憲のまま公明のままみたいな感じで、要は、立憲って国民民主と選挙区調整してたじゃん。はいはいはい。今回国民民主立ててきたでしょ。そうですね。で、そうするとその分が減っちゃうから、共産にも支えてもらってたわけですよ。それを、なんでこんなことしちゃったんだろうな、みたいな。そうですよね。そういう、ある意味、選挙の勝ち方みたいな。そう。セオリーから。応援してるわけじゃないよ。応援してるわけじゃないけど、選挙の戦い方としてやるんだったらねっていうのはあった。なんか間違えちゃったんですかね。いずれにせよちょっと本当に時代が変わってるなって感じがします。現実的にね、米中対立進んでるし、国際情勢変わってきてるから、現実路線になんなくちゃっていうのはわかるんだけど、なんだろうな、もうちょっとうまくやれたんじゃないのとは思うけどね。そして、維新と国民は議席としては微増という形で。その辺悪くないって言ってたよね。言ってましたね。年運、だって二人とも悪くないし。そうですね。で、神谷さんも年運は悪くないと。ただ、月だけで言うとみんな微妙くらいだったよね。そうですね。藤田さんはそこまで悪くないって言ったよね。そんな話も。そう。合ってたと思いますけどね。だから大体やってたと。そして参政党とチーム未来が比例で2桁そうだよね。獲得ということで、票数はともかくとしましても、本当にここ2つがしっかり。そうだね。参政党は全属式じゃないけど、ネットとかで陰謀論界隈とかで未来はどうしてだとかって言われてるよね。なんでこんなに増えたんだっていうね。いや、まあ確かに難しくて、体制の道の石丸票が乗ったと。石丸さんそういえばそうか。出てないから。あの辺って意識高い界隈じゃないですか。意識高い界隈って言い方が合ってるかわかんないですわかんない。ビジネスメディア。ニュースピックとか、ピボットとか、ありますね。リハックとか、ありますね。アベマとか、なんかその辺を見ているね、一生懸命働いてて、昔だったら維新とか、新自由主義的な人とかに入れてたようなさ、ホリエモンみたいななんか、1000万いるかどうかわかんない。800万から900万くらいいるんですよ。で、維新にそれなりに入ってて、そうじゃない票って考えると、意外とだから、エコチェンバーって言ってさ、見えなくなってるけど、多分疑問なんだと思うんだよ。僕、ニュースピックとか全然見るからさ、安野さんよく見てたんですよ。別にね。で、押されてるよなみたいな感じあって。意外とピボって300万以上フォロワーがいたりとか。YouTube ね。そう。結構いるんですよね。そう。だから、意外とみんな見てないかもしれないけど、いたんだよっていう話。それにでもちょっと組織入ってるかなっていう匂いするけどね。いろんな結構ね、サポーターの方集めてたっていう話ではありますからね。どっかが多分ついたんだなっていう感じはしますけどね。なるほどね。まあそんなこともありまして、議席としてはそんな感じになりました。本当に。すごいよね、伸びたよね。なんで、この後ね、特別国会が18日に招集されまして、第2次高市内閣発足という流れになるというところでございます。で、まあ、中道改革連合は、野田斉藤両共同代表が辞任するということで、後任にね、泉健太さんですとか、小川淳也さん、あるいは渡辺壮さんが今押されているというところでございまして、まあちょっといろんな流れが本当にここから先変わっていくなという感じがいたしますね。そんな流れをね、ちょっと受けて、諸外国がいろいろと反応してるんですけども、この辺の話はちょっと後ほど
国際情勢のうんそれできると思います。あとちょっと経済のニュースもちょっと触れておきますと、ビットコインが急落からさらに反発ということでございまして、2025年10月の段階で12万6000ドルの高値があったんですけども、ここから 50% 以上下落して、一時は6万ドルまで落ち込んだと。ビットコインってそのくらい落ちるんですよ。なんかトレンドライン引くとここがそこっぽくも見えるし、ここ切ると絶好の買い場になるよなとは思うけどね。切らなかったとしても、ドルコストで今買い時なのかなっていう風には、今ある意味ちょっとずつ買ってくんだったら、いい時期に入ってきてんのかなっていう風には見えるけどね。なるほどね。現在はね、反発してまた7万ドルまで上がってというようなところではあるんですけれども、本当にちょっとどうなるのかというところで。面白いよね。ございますね。やっぱり株価のね、金もね、乱高下したり、ビットコインも高下して。ギャンブラーの方は、ちょっと。だってさ、なんかどうなるかわかんない。不安定なんですよ。だから、いろんな人がいろんな思惑で動いてるなっていうのが、外野から見てると面白いって感じだよね。まあね、なかなかね、当事者の方たちは大変かもしれませんけれども、という。お金持ってるからだよ。はい、ということでございまして、経済もね、こちらの注目でございます。ということで、ございまして、今週の政治経済のニュースでございました。さあ、続きましては国際情勢でございます。なかなかね、ちょっとどうしても選挙のニュースが多かったので、国際情勢ちょっと皆さんもね、見逃してるところあるかもしれませんので、ちょっとこの辺でいくつかピックアップさせていただければと思いますけれども、まずはその日本のね、高市政権、高市首相のですね、大躍進というところがありまして、諸外国の方から様々な反応が出ておりますけれども、まずは中国の方でございます。高市政権の対象を警戒、靖国参拝をめぐっては、歴史の忘却は裏切りという発言をしているということでございまして、中国外務省の林健副報道局長が9日の記者会見で、衆院選での自民党の対象について、日本の内政だと前置きをした上で、今回の選挙に反映された深い構造的問題や思想の潮流の動向は、日本の各界の有識者や国際社会が深く考えるに値するものだと述べたというふうに言って、平和発展の道を歩み、軍国主義の失敗の前例を繰り返さないよう要求したと。そして、民放番組で靖国神社への参拝を、その環境を整えるために努力していると発言したことについて、歴史の忘却は裏切りを意味し、罪の否定は過ちを重ねて犯すことを意味すると牽制したということでございます。だから、8月の12前後か。配置的にちょっと、金星の回とまた作るのかな、だから、ちょうど靖国の時期じゃん。だから、夏場は何だろうなとは思ってます。何かしらのアメリカの全面バックアップみたいなさ、総理大臣って小泉純一郎とか安倍晋三とかいたでしょ、で、高い支持率を持ってみたいな。その系譜じゃないですか、今回も。で、そういう時って靖国とか行きたがるようなイメージありますけどね。別に僕は靖国神社好きですけどね。で好きというかだからちゃんと行きますけど、なんだろうな。ね。そうなんですよ。だから今年ちょっときな臭いチャートはしてますよと。で、それはそうだよね。中国が警戒するのは当たり前で、高市さんさ、憲法改正もう挑戦していくって言ったんだよね。そうですね、おっしゃってますね。そう。で、憲法改正チャレンジして軍事費上げるって言ってて、隣国が気になんだよはずがないよね。ね、どうしてもですね、是々非々もろもろあるとしても、それは気にならないわけはないんですよね。で、財界からもいろいろさ、ちょっと待ってくれみたいなさ、レアアースないともう半導体とかいろんなものでさ、止まってっちゃうじゃん。だから、そういうので、一生懸命ブレーキかけようみたいなさ、金利のこともあるじゃない。で、積極財政していくと、みたいなのがあって、各方面から圧力かかってるよね。でも、それでも、日本人はみんなで高市さんってこうなったわけだから、中国から見たら警戒するよね。これだけ圧力かけてもダメか、みたいなね。そんな中で、トランプ大統領は、高市早苗総理に祝意を表するということでコメント出してますからね。8日、自身の SNS に高市総理が衆院選挙で地滑り的な勝利を収めたとして祝意を表し、高市総理について非常に高く評価され、国民的な人気を誇る指導者だと称賛したと。トランプ大統領、衆院選のね、前に高市総理の支持を表明するということで、これもいろんな意見が飛び交いましたけども、これも私にとって光栄だったと。高市総理が保守的で力による平和といった政策課題を実現していく上で大きな成功を収めることを願っている。力による平和。すごいキーワード出ましたね。出ましたね。ということをちょっと発言されていたということですから。パワフル。これ野党から見たら内政干渉になるよね。そうですよね。アメリカからの内政干渉じゃないかっていう。なんとも言えないけど、じゃあ、小泉さんの時、すごい人気あったじゃない。その後どうなったんだっけとか、安倍さんも人気あったじゃない。その後どうなったんだっけとか、割とみんな愛国者っぽい
ムーブだったでしょ。うん保守的なムーブだったでしょ。うんで、その保守的なムーブな人でもうん、ここまでしか調整できないんだなっていう、アメリカってなんか、たくましい国じゃないですか。なかなかどうなんでしょうかね。で、我々戦争でほら負けた敗戦国でしょ。まあ、基本的にはね基本的にはね。どうしようだから、敗戦国だなっていうのを、人気の総理大臣に毎回こう感じさせてもらうターンにそろそろ入ってくるんじゃないかなっていうふうに思うけどね。どうなんでしょうかね。わかんない。うんで、これでいろいろ、あんまりな、別に高市さんのこと俺嫌いではないから、なんかみんな大変だなって思います。ね、それぞれの立場というものもあるでしょうからね。で、まあ、これで今後の流れで、だって高市さんはこれからドラゴンヘッドテール、真逆のところでこれから日食が起きるわけでしょ。多分1ハウスだよね。だから結構新しい世界の形の大きな潮流の中にめちゃめちゃ巻き込まれるから、そういう意味では頑張ってって思ってる。そういう意味では。そういう意味では。だから国民が手のひら返したとしても、そういうもんだよね、とも思うし。で、実際、こんなはずじゃなかったって、一般というか普通の人が思ったとしても、こういうもんだよなっては思う。なるほどね。だから個人個人がね、自分の立ち位置でどうやってか、結構大変な年だから、頑張ってね、みたいに思ってるかな。そうですね。そもう、ね、別に選挙が終わったからこれでじゃあもうおしまい全部決定ですではないですからね。だからトレンドができてくるんですよ、これからね。そのトレンドの中でどうあがくかみたいなね、感じですよね。できることはというところですかね。そうですね。はい。まあちょっとこれは日本の政治に関することでもございましたが、国際情勢完全にもうちょっとアメリカの問題、まあアメリカの問題といってもこれもね、国際的な影響はかなり大きいです。トランプ大統領の方、ICE、アイスの話でございます。トランプ大統領が穏やかな対応が必要という反省の言を述べているということでございます。アイス職員の市民2人射殺事件での批判を受けてということでございます。ミネソタ州で市民2人がアイス、ICE です。アメリカ合衆国移民関税執行局の職員に射殺された事件を受けて、現在全米で、抗議デモが行われるなど批判が急速に高まっているという中で4日 NBC のインタビューでトランプ大統領がもう少し穏やかな対応が必要だと学んだと述べ、反省の弁をにじませていたと。こうした中、国境政策の責任者であるホーマン氏は、4日、ミネソタ州に派遣していた連邦職員のうち700人を直ちに撤退させると発表。一方で残る2000人の職員は引き続き取り締まりに当たるとしているというところでございまして、まあこれアメリカ国内だけではなくですね、今回のミラノコルティナ冬季オリンピックの方にも影響が出てまして、実はこのミラノコルティナ冬季オリンピックの警備を一部、このアメリカ移民税関捜査局、だからアイスですね、が支援しているということで、イタリア国内でも反発が起きているということで、開会式の日には600人以上が集まって、ICE は出ていけというプラカードを掲げて抗議デモが行われていたと。で、実際ミラノ市長の方も、ちょっと ICE が入ってくるのはどうなんだというふうな意見を出しているということで、ちょっとかなり世界的にも影響が出ている状態と。あんまり日本で報道しないよなと思うけど、トランプさんの足元ね、共和党の人も結構このアイスの問題っていうのを気にしているので、不安定になってきてるよっていうのは、ね、あんまりニュースでやってくれないから喋っとこうかなって。あんまりちょっと、そうですね、僕もこのニュースね、ヤフーとかで調べようと思ったんですけど、ちょっとやってるとこが、少ないよね。なかなか見つけづらかったですね。結構大きいニュースな言っといた方がいいような気がすんだよなっていう。結構だから中間選挙の前に足元ぐらついてはきてるよねっていう話。で、そのトランプさんに一生懸命なって持ち上げられてるのが我が国首相。はい。別にトランプさんが嫌いとか高市さんが嫌いになって一言も言ってないから。言ってません。言ってないから慎重に見といてねっていう話ですよ。いろんな動向がありますからね。いろんな動向あるよっていう話です。で、今年は一応酒化じゃないけどそういう話もしてるので、いろんな動きがこれから出てくるからねっていう話。で、最後にですね、イランの問題でございます。これもね、引き続き注目しなければいけないところでございますが、イラン原子力当局トップが全制裁解除で 60% 濃縮ウランを薄める可能性。イランの国営メディアによりますと、原子力庁のエスラミ長官は、9日、記者団にアメリカとの協議について、高濃縮ウランを国外に移送するといった話題は議論されていないと述べました。また、イランが保有する中で最も高いとされる濃縮度 60% のウランを薄める可能性を示唆しつつも、引き換えとして、全ての制裁が解除されるかに左右されるとして、各国が課している金融制裁の解除を求めたと。アメリカのトランプ大統領が第1期政権時の2018年に核合意から離脱した後、イランはウランの濃縮度をそれまで保有していた 20% から 60% に引き上げると発表していたと。イランのこの問題というのもね、なかなかちょっと長く、ハメネイ師の話なんかもね、出てましたけれども、これどうなんですかね。ハメネイさんが結構、年運だけで言ったら今年来年悪く
くないんですよ。空母だけどね。うん。だからなんだろうな、粘るんだろうなっていう気はするけどね。まだまだ。だからね、助けが入ってきそうな感じのチャートではあるわけですよ。だから、ね、ロシアだったりとか、いろんな国がね、支えたりもするんだろうなって、もともとペルシャですからね、イランってね。なるほどね。うんそうか、ペルシャ。もうなんかペルシャって聞くとなんか、絨毯しか思いつかないですね。アケネメス朝ペルシャ。ペルシャペルシャってわかんないけど、日本とめちゃめちゃ縁は深いからね。古代からもうずっと繋がってるから、どうなるんだろうなって。旅行行きたいんだけどね、俺ね。早く落ち着いてほしいなとは思うけど。ハメネイさんの運はあと2年粘れそうな感じ。その後は崩れちゃうから落としも落としだし、どうなるんだろうなっていうふうには見てるけどね。なるほどね。 3月だけ穴が開くように、ハメネイさんの運がちょっとこう悪くなる瞬間があるから、来月とか再来月とかは結構慎重に見といた方がいいなと思ってます。こういう動きがあったら3月4日から4月4日とかはちょっと注意して見てた方がいいなって個人的にはね思っています。はい。イランの動向も注目でございますね。はい、ということでございまして、今週の国際情勢の、コーナーでございました。はい。さあ、ラストでございます。今週のエクストラ。はい。主にテックニュースなどをお届けして、おりますけれども、はい。まず最初はですね、これはちょっとびっくりしましたね。ソニーもレグザもブルーレイレコーダー生産終了。切ないね。ソニーが2月9日、ブルーレイディスクレコーダー全モデルの出荷を順次終了と。理由としては動画配信サービスの普及や見逃し配信コンテンツの増加といった影響により、レコーダーによる録画需要が大きく減少しているという。あえて買おうかなって思っちゃうよね、ちょっと。思っちゃいますよ。だってサブスク配信なんか、それ止められちゃったら、もう見られなくなっちゃうんですから。やっぱり手元にやっぱりデータとして残しておきたいっていう、ありますからね。そうだね。いや、思うよ。思うでしょ。なんか、わかんないけど、おじさんだからさ、CD とかさ、カセットとかさ、いいですね。そういうので保存したいみたいな欲ってちょっとあるよね。ありますよね。やっぱりね。手元に残しておくのが安心みたいなところは。ジャケットで買うとかね。あ、最高。いいですね。なんかあったよね。ありましたよね。そういう文化がね。おじさんなんで、寂しいなっていう感じですね。そう、これ占うのもちょっと難しいですけど、まあトレンドがね、新しい時代になってくっていう流れだなっていうふうには思いますね。占いと都市伝説の方でもね、オールドメディアからニューメディアへみたいな。だからそれの象徴的な出来事かなっていう気はしちゃいますね。寂しいね。寂しいですね。寂しいなんても言ってられませんので、ですね、新しい最新のお話もしましょうかということで、AI のニュース3連発でございます。はい。まずアンソロピックからですね、クロードオーパス 4.6 をリリースということでございまして、コーディング能力やエージェント機能を大幅に強化した新モデルということで、複雑なタスクの計画能力やエージェントタスク実行継続時間の延長、大規模コードベースでの信頼性の高い動作などが改善されたっていうことなんですけど、これどうなんですか？いや、まあ、パワーポ結構便利になったよっていう話。エクセルパワポが便利に。だから、ポン出しするようになってきたっていう話ね。あら、すごい。そう。マイクロソフトの方でコパイロットがあるじゃないですか。あれで一緒にくっついてるやつとかがありますだから、マイクロソフトはさ、チャット GPT だったりするじゃない？ベースはね。で、あとジェミニがあるじゃん。そこら辺と比較してっても、パワーポで強いっていうことです。うわちょっとそれは使ってみたい気がしますね。そう。だから、いよいよだなっていう感じ。で、社員の代わりとか、駒使いの代わりみたいな。これやっといて、みたいな感じに、やっぱり、コパイロットじゃないけど、そういう形がもうその人の助手みたいな感じにどんどんなっていくんだろうなっていうことで、生産性どんどん高まっていく人もいればっていうのは、これから増えていくよね、多分ね。なるほどね。その後が大変なんだけど。まあ、それで言うと、この助手っていうことで言えば、この発言もすごいですよね。NVIDIA のファン CEO が、人間並みに賢いロボットは今年登場するんじゃないかと。もう賢いよとは思うけどね。みんなちょっとバカにしすぎという、バカにはしてないか。だけど、まあミスるとかさ、AI はまだこんなもんだとかっていうこと言う人いるじゃない。どうしてもね、いらっしゃいますね。だから、そういう風にも、触ってみると思うだろうけどっていう、機能だけだったらもう全然高いですよ。今年のね、テクノロジー見本市の CES2026 の中で、インタビューで人間と同じレベルで賢いロボットはいつ登場するかっていう質問に対して、最初来年、いや、今年だろう。一部難しい課題はあるけれども、もうすぐ驚くべきものを目にすることになるだろうとまで言ってるってことですから。NVIDIA の今のブラックウェルだっけ、のモデルを大量に使ってるイーロンのところで結果が出始めてるわけですよ。だからまあ見えてんだろうなっていう感じだよね。そうですね。まあそれで NVIDIA だけじゃなくて、オープン AI の共同創業者のグレッグ・ブロックマンさんが8日にポストかしていたのが、Going to soon feel how inefficient it's been to work with a computer. もうすぐコンピューターで仕事をするのがどれほど非効率だったかを痛感することになるでしょう。節目だね。節目ですね。カセットとか CD がさ、大事にしたいって僕らは言ってるのにさ、ブルーレイディスクで PC はもう古い。パソコンで仕事をするなんてって、そんなこと
こと言わないでくれよ。そう。こっちはブルーレインを残していこうっていう話をしてるっていうのに。2世代くらい先行ってるっていうね。勘弁してくれよっていう。おじさんだからね、こっちはね。ね、本当に。まあそんなことも言ってられませんからね。ということで、時代が変わっていく流れが。ね、真っ只中って感じするよね。ね、政治経済だけじゃなくて、こういった部分もね、ちょっと皆さんもちょっと注目して、そうだね。言っていただきたいところですね。ということでございまして、今週のエクストラのコーナーでございました。はい。さあ、ということでございまして、エンディングでございます。いや、今週もちょっとニュースいっぱいございましたけれどもね、本当になんか時代の変化を感じるニュースが毎週のように出てきますね。本当だね。ついてからね。おじさんだから。もう、紹介する側がこれ言っちゃなんなんですけどね。ちょっと今後もこれお届けしていければと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。お知らせ行きましょうか。はい。お知らせとして、もう結構埋まっちゃってるんですけど、2月28日にチャズ先生と上野を歩こうみたいな、いろいろ自社仏閣巡り、神社仏閣巡りか、しようみたいな企画が立ってます。お食事会とかもあって、多少2、3人だったら増えてもまだ大丈夫かな。ちょっとチャズさんと相談してっていう感じで、キャンセルが出たらいけるかもしれないので、まだ可能かもしれないよっていうことを言っておきます。あと3月22日に、チャズ先生と2年くらい前の大予言スペシャルに出ていただいた魔女でもある占い師の加納ココさんとイベント、錦糸町の方で行う予定です。ガーリックマネーガモさんでやる予定で今調整してますので、そちらもぜひ発表していきますのでよろしくお願いいたしますと。ということで、まだまだね、本当にリアルイベントの方も。そうね。あとちょっとね、なんか全然毛色の違うジャンルの人と今度コラボする予定とか、出演予定の件が2つくらい動いてるので、それも情報解禁になったらお楽しみにしてください。お願いいたします。ということで、そんなうちのチャンネルを引き続き応援していただきたいんですけども、その場合はどうしたらいいですか？チャンネル登録、高評価、コメント、あとハイプ出るときと出ないときあるみたいなんですけど、携帯からできたりするので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。以上、水森太陽でした。またね。